日本の、何割かの人は電気自動車いらない、特に中国製はいらない、太陽光パネルいらない、特に中国製だったらなおさらいらないというような風潮をこう吹いて回ってる人もいますけども、多分中国から見ると、市場のこの先の拡大の度合いを見ると、いや他で売りますからっていうことなんでしょうね、多分ね。もっとすごい勢いで伸びる市場があるということですね。現実にあるわけですからね。ちょっと世界全体で見るとこういうことなんで、ですが太陽光パネル、再生可能エネルギーへの移行っていうのをこう慎重に考えてきた国と、アメリカなんかもそうですよね。石油だとかガスだとか石炭とかもっと掘れと言っていますけども、それじゃない新しいエネルギーへ、転換していこうと、決めてそこの技術開発を進めた、それによって、コストダウンと性能アップを達成した、国が、新しいエネルギーで、潤っていくという、そういう全体を見ると、大きな構図で見るとそういうことがいよいよ始まったということだと思います。皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。この番組は秋葉原第一スタジオからお届けしています。こんにちは、 MC の山崎純一郎でございます。今日のストーリーテラーは宮崎智美さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はどのようなお話を？今日はアフリカでですね、太陽光発電がものすごい勢いで、広まっていると。アフリカでもちろん、太陽光パネルは中国製です。もちろん、ものすごい勢いで広がっていてですね、アフリカではまだ5億人以上の方が電気のない生活を送ってるんですけども、そんなに、うち4億人ぐらいは2030年までにこの太陽光発電によりですね、電気のある生活に移行するんではないかと、そういう流れも生まれています。そういうお話をしたいと思います。ちょっとこのグラフを見ていただきたいんですけど、アフリカのその太陽光発電の勢いですね、伸びている勢いを表しているグラフです。で、一番って言いますか、ボリューム的にすごいのは南アフリカですね。この濃い緑と薄い緑のこの薄い緑は南アフリカ1カ国でこの分の、太陽光発電、太陽光パネルが増えてるということですね。南アフリカ以外のアフリカの諸国とのがその下のやつで、上、すごいですね。これはきっかけはですね、電力危機ですね。電力危機。急成長を遂げてきた国なので、慢性的な電力不足があったんですけども、特に2023年から4年にかけてですね、ひどい停電に見舞われまして、2023年は、1年間365日のうち332日で停電が起きたという、もうすごいですね、それは。12ヶ月、11ヶ月ですね。ですよね。分、ほぼ毎日のように停電が起きたと。ですが、電力危機があって、で、それで太陽光パネルをですね、ぐっと買ったんですね。どんどん買い求めたという。それはその危機に至る原因があったと。慢性的ですが構造的な、経済成長にその電力インフラがもう全く追いつかずにという、そういう構造的な問題ですね。で、太陽光パネルに走ったのは、一つは太陽光パネルが急に安くなってきたということですね。中国で、過当競争が起きて、ぐっと、値段が下がりました。それと太陽光発電だと、設置が早い、建設って言いますか、
パネルを敷き詰めるというので、他の火力発電所を作るよりも一基建てるとか、そのダムを作るとか、原発を入れるとかなんかよりもはるかに建設期間が短い、電力が足りずに困って急に電気が欲しいわけですから、太陽光パネルを大量に購入したって、これは2023年から4年にかけて買ったわけですね。こういう結果だったと。はい、それで太陽光パネル何がいいかと、建設費安いんですけども、急激にパネル自体のコストが下がって、電気として安い電気を手に入れることができるということで、南アフリカにとどまらず、電力危機が発生した国で大量導入というのが、このところこの数年見られるようになってきました。それに向けて中国はどんどん輸出しているということですかね。いやビジネスとしては美味しいパネルの市場がそこに。もう中国作りすぎぐらい作ってますけども、ちゃんと需要といいますか売り先があるということですかね。でちょっとこのグラフを見てほしいんですが、実は南アフリカ以上にですね、太陽光パネルを急激に買った国がありまして、これ、以前の番組でもちょっと紹介したんですけど、パキスタン。パキスタン、パキスタンが中国製の太陽光パネルですね、これをドーンと買いました。やはり2023年から24年にかけて、増やしました。これに次ぐ勢いで南アフリカが伸びているということで、同じような伸び方をして、それとともにアフリカ全体もこの緑のグラフですけども、伸びているということです。パキスタンがちょっと突出していますが、もうアフリカがもうそれに追い上げてるというか、アフリカがそれと同じような動きを始めたということですかね。でこれアフリカの方が人口が多いですね。6倍あるからみたいな。アフリカ全体だと14億ぐらいでしたっけ、パキスタンは2億5900万ということですから、伸びしろはもっとある。アフリカはこの後どんどん伸びていくと思います。パキスタンも電力危機があって伸びたって言いましたけど、やっぱり中国製ので総発電需要量が46ギガワットあるんですが、それの3分の1ぐらいの太陽光パネルを半年ぐらいで買ったっていう。半年でこれ政府主導じゃないんですよ。パキスタンの場合民間というかもう個人がそれぐらいもう電力危機が起きてしまったんで、パキスタンも経済発展等ある中で電力開発が十分じゃなくて、ポテンシャルあるんですよ。大きな川もありますしね、インダス川とかありますし、石炭も取れるんでエネルギー資源もないことはないんですが、電力開発がうまくいってなくて、そこにロシアとウクライナの戦争が始まったりして、エネルギー価格が、急激に上がる中でドル建てで買おうとしていたものが割高になって、買い負けて、それで、電力危機が起きたと。それで民間、草の根ソーラー運動っていうんですかね、ソーラー運動、みんな買い求めて、花嫁入り道具にソーラーパネルみたいな、そういう感じ、それと同じような形で、南アフリカでもその電力危機をきっかけに、太陽光パネルがどんと輸入ということになりました。それパキスタンは今ソーラー民間のそういうムーブメントだとおっしゃったじゃないですか。中国の人はB2C で売っていったってことなんですよね。いや太陽光パネルの設置、大きく分けたら、いわゆる電力系統に乗せる大きな、
発電所の代わりに太陽光パネルプラス蓄電池の大量のをドンと売るという、売り方、それと、ディーゼル発電なんかでやってたところにこう太陽光パネルの、を売るというちょっと中規模な売り方、それとあと小口のもうオフグリッドっていうんですかね、系統とはもう全く関係ない小さなコミュニティ個人向けにこう大量にパネルが売られるという、大きく分けるとこの、3種類ぐらい分かれるところですかね。ちょっとこの地図付きの、この濃いところは最近の1年間、この最近の1年間っていうのは2025年6月までの1年間なので、もうすぐすると2026年のデータが出てきますけども、傾向としては変わらなくて勢いも変わらないと考えられています。でこの濃い国は、大量に買っているところですね。南アフリカ、先ほど話しました一番南のところ、と中規模のナイジェリア、中ぐらいのところにあります、赤道直下ぐらいのところ、ナイジェリアも濃い茶色になってますけども、ナイジェリアはそのいわゆるディーゼル発電代替っていう感じがものすごく強いそうですね。でこれアルジェリアなんかは大規模もう系統に乗せるような、北アフリカの濃い茶色のアルジェリアですね。あるいはそのアルジェリアの北にありますモロッコなんかも大規模、系統用のその太陽光パネルの、発電所と呼んでいいほどの、開発が進んでいます。そうした国が、北アフリカ中心なんですかね、大規模。じゃあそのパキスタンみたいに草の根ではなくてもうちゃんとそこは、もう広い土地に太陽光パネルを敷き詰めてっていう、モロッコなんかすごいらしいですよ。ちょっと何年か前に太陽熱を利用しようというような計画があったりしたような国ですから、太陽光のこの資源には恵まれている土地柄なんでしょうね。そういったところに大量に敷き詰めてという形ですね。でその先小口のオフグリッドっていう話しましたけど、それがいわゆる、電気のない生活が続いている、人たちのところに電気が届くという形につながっていく、太陽光パネルがですね、つながっていくというふうに考えられます。今電気のない生活を送っている人が世界で、6億5500万人と言われています。そんなにいらっしゃる。世界の人口82億人ですから、10% はいないんですかね。6億5500万人。そのうちサブサハラ、サハラ砂漠の南側、サブサハラにそのうち、電気のない6億5500万人のうち、5億6000万人、そこに集まって、そこが電気のない、生活を送っているという。でここにオフグリッドの太陽光パネルが今大量に流入しています。それは要するに本当に、例えばなんか草原があったらその村がポコッとあって、そこまでこう送電線で引っ張ってくるんではなくて、本当に太陽光パネルだけポンと置いて、その部分だけをもう電気使いましょうと。そうですね。今山崎さんおっしゃったように電化生活を送るには電線で、いわゆるこの電力網というのがあってですね。で電気が供給されて発電所から供給されてっていうのが今までの形ですけども、太陽光パネルはもうその場その場地産地消といいますか、その場その場で発電して、でしかも蓄電池が安くなったので、貯めてという形で、いわゆるそういう形で、だから蓄電池の性能アップ、コストダウンがあったからできることですね。そうしないと昼間しか発電そうですよね、しませんので太陽光パネル、昼間は明かりはつくけど夜つかないという、それは電化生活には
送れませんから、昼間テレビ見るぐらいの話になってしまいますから、夜明かりが灯りませんのでね、だから蓄電池のコストダウン、性能アップ、これとセットなので、太陽光パネルも蓄電池もそれを達成したのは中国ですけどもね。中国両方とも中国が、激しい企業間競争で生み出したコストダウンと性能アップですよね。それがその非電化地域の電化を一気に進める、2030年までに、4億人が電気がある生活に移行するんではないかと。4億人、5億6千万人のうち4億人、それぐらいの勢いですね。ちょっとこのグラフを見てください。これはアフリカのそれぞれの国の太陽光パネルの輸入の推移ですけど、要するに近年急激に上がってるということです。すごいですね、これ。もうだから2024年から25年にかけてゴンと上がってるエリトリアとかアルジェリアとか、ボツワナとか垂直に上がってる。これぐらい急激にとか最近急激に売れていると。スーダンとかもすごいですね。すごいな。そういう形で進んでます。はい。ですから日本はね、太陽光発電、2040年で4割ぐらい、太陽光だけじゃないですね、再エネで 40% というそういう計画になってますけども、こうしたもともと電力網もないところですと、この太陽光パネルプラス蓄電池っていうのはもうすごく建設のスピードも速いですし、コストも安くなっているので、導入にはもってこいだということですね。コストっていう面ではちょっとすごく素朴な疑問なんですけども、例えば我々日本でその日コンとかテスラのパワーウォールとかっていうのをパネルと一緒に蓄電池と一緒に導入しようとすると、なんか結構そこそこな見積もりが来るんですよね。ですからそれでアフリカの人たちそういうなお金払ってるのかなみたいな疑問が。日本コストダウンの恩恵がないんだ。でその設置トータルの設置コストで基本、日本結構その設置費用なんかが高い。設置費用、これ人件費になると思うんですけど、ポンと買ってきてポンと置いてポンっていうわけじゃない。いや、そういうのも今度どんどん出てくると思いますね。今でもなんか小さな、ソーラーパネルプラス、蓄電池ベランダ用みたいなのありますよね。それがどれほど経済的に、コスパがいいかっていうのはちょっとわからないですけども、徐々にって言いますか、日本ももし本気に導入しようとしたら安くなると思います。なんか東京都はなんかすごい補助金を出してとんでもない補助金出てるみたいですけども、急激に下がってますから、その恩恵っていうのはあるはずなんですけども、逆の見方をするとアフリカのその草原の村の人たちはそれほどそんなに日本ほど電気使わない、日本の世帯ほど。最初は使わないでしょうね。でもそれ電化生活が始まって、電気の便利なところが分かってくると、今度は、電気製品の需要が発生してくると思われます。当然そうですよね。最初はもちろん安いものからだと思いますけども、ちょっと電気ついてわーって明るくていいなっていう、扇風機ですとか、エアコンまでいくとすごいことになると思いますけども、さらにいってテレビがありますかね。テレビの需要は生まれるでしょうし、その先でいくと EV ですかね。電気自動車、そうしたいわゆる、電気を中心としたエネルギーの生活になっていきますから、そういったものの、
需要が生まれてくると思います。なんか巨大な市場が、はい、そこには誰が最初に手をつけていくかというと、やはり今太陽光パネルで入り込んでいる中国がその辺はちゃんと需要増に見合った形で今度はそういった電気製品、EV なんかも売っていくんでしょうね。すごいですね。だから太陽光パネルは嫌だ、太陽光発電いらないと言ってた国が一方である。アフリカなんかは、電力危機がきっかけなんですけども、導入コストが安くなったし、それとランニングコスト、燃料はいらないんで、そうですね、そうですね、設置費用はもちろんかかります。それがぐっと下がったんで、買い求めていると。で設置してしまえば、燃料はいらないので、原油を買ったり天然ガスを買ったりしなくても発電できますので、ウランとかも買わなくていいし、ということですね。維持費は安いですね。で多分その設置費用、日本は高いんですけども人件費が思うでしょうから、設置費用なんかもそんなかからない、建設コストも日本みたいにはかからない。いやなんかすごい戦略的なものを感じて、いやもうそこまでいくと戦略があったのかどうか分かりませんけど多分今後その線に乗って、電気製品需要、電気自動車需要なんかは開拓されるんでしょうね。なるほどね。でここで忘れてはいけないのは、アフリカの人口はものすごく勢いで伸びていくということですね。この先、今14億人と言いましたけども、14億っていうのはイメージすると中国の一国の人口と大体一緒、あとインドも一緒ですよね。インドは、先日中国を抜きましたけど、インド中国14億、で、アフリカ全体で14億っていう、ちょっと分かりやすい、ボリューム感でいくとそういう感じですけども、アフリカの人口はこの先もっと伸びると、いうふうな予想がされています。2080年ぐらいに世界人口は100億人を超えるんじゃないかと言われてるんですけども、その後はそんな伸びないんじゃないかと。今何億人ぐらいですか？今82億人ですね。82億、で100億人を超える2080年で4分の1以上、3分の1か4分の1から3分の1はアフリカの人が占めると言われています。100億人のうちの、だから30何億人、と言われてますので、そんなに伸びるってですか？で2100年にかけて、それぐらい、4割ぐらいとか、いろんな統計というか予測はあるんですけども、アフリカの人口は今後も伸びていくと。それに、電化の先鞭をつけたところが市場を拡大していくという、そういうことですかね。なんか日本は人口減少していって少子化で日本人口減少していって市場が経済のパイが小さくなっていっちゃう。でもそれを外に求めていくとまだまだすごい。日本の、何割かの人は電気自動車いらない、特に中国製はいらない、太陽光パネルいらない、特に中国製だったらなおさらいらないというような風潮をこう吹いて回ってる人もいますけども、多分中国から見ると、市場のこの先の拡大の度合いを見ると、いや他で売りますからっていうことなんでしょうね、多分ね。もっとすごい勢いで伸びる市場があるということですね。現実にあるわけですからね。ちょっと世界全体で見るとこういうことなんで、ですが太陽光パネル、再生可能エネルギーへの移行っていうのをこう慎重に考えてきた国と、アメリカなんかもそうですね。
石油だとか、ガスだとか石炭とかもっと掘れと言っていますけども、それじゃない新しいエネルギーへ、転換していこうと、決めてそこの技術開発を進めた、それによって、コストダウンと性能アップを達成した、国が、新しいエネルギーで、潤っていくという、そういう全体を見ると大きな構図で見るとそういうことがいよいよ始まったということだと思います。新しいものへ移る時っていうのはその既得権益といいますか、そういったものはもちろんそがれますんで、それに対する抵抗といいますかね、それはもちろん当たり前のようにあるんですけども、ただ新しいものにこう転換した時にっていうのは、その、流れにこう出遅れると、かなりの富を失うということです。そういうことだと思います。そういうことですね。なるほど。でも人口100億人でこう地球がね、こう悲鳴を上げるようなことにならないかということですね。食料とか心配ですよね。だからエネルギー問題もしこれで解決できたら御の字ですし、同時にCO2 の問題もこれは、解決の方向にこれは資する動きですけども、その他ね、食料問題ですとかもありますしね。生物多様性とかいろいろありますけども、そういう流れです。大きな流れ。今日はアフリカの話をしましたけども、世界の動き、エネルギーをめぐる世界の動きで、転換点を迎えた、2024年から今年にかけて、転換期を迎えたということを示しているデータかなと思います。この太陽光パネル。これなかなか分かんなかったんですよね、この動きっていうのは。分からなかった。パキスタンなんかその草の根だったので、統計に出てこないとか。統計にしっかりと出てこなくて、でなんかGoogle Earth とか見たら太陽光パネルがこうパキスタンやたらなんか増えてるぞとかね、そういう話があったりして、でいくつかの報道機関が調べたり、シンクタンクが調べたりして、で一番手っ取り早いのは何だっていうことで、中国の太陽光パネルの輸出統計、もう8割以上中国製ですからそれを丹念に調べるエンバーっていうちょっと、下にロゴがありますけど、これはイギリスなどに本拠のある、シンクタンクなんですけども、エネルギー系の、これがその中国の太陽光パネルの動向をこう統計だって追い始めまして、この太陽光パネルの動向が分かってきた。分かったという。でこれちょっと気をつけなきゃいけないのは、その太陽光パネルの輸出があったからといってすぐに設置されてるかどうか分かんないんですよね。そうなんですか。それは分かんないです。もうすぐ設置されてると思いますけども、設置ベースではなくて販売ベースです。販売ベース。こういうので太陽光発電の急拡大がこう数字として見えてきたと。でよく見るとパキスタンで異常な動きがあり、南アフリカで異常な動きがあり、よく見るとアフリカのその他の国々でも急激に、輸入量が増えていたことが分かったってことですね。なるほど、分かりました。今日はその太陽光発電の広まり、これがアフリカで顕著に見られるようになった、というお話でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。